ヨンジーの中国ライフ。皆様こんにちは、ヨンジーと申します。いつも動画のご視聴いただきありがとうございます。私は今ですね、福建省の龍岩市にあります鋼鉄の駅に来ております。でこれからですね、鋼鉄に乗ってアモイに行こうと思ってるんですけれども、今日は何の動画かと言いますと、ヨンジー初めて中国で鋼鉄のファーストクラスに乗ってみたです。中国の高速鉄道、略して鋼鉄なんですけれども、席のクラスが3つあります。セカンドクラス、ファーストクラス、そしてビジネスクラスというふうにあるんですね。私いつもですね、鋼鉄利用するときはセカンドクラスのものを乗ってたんですけれども、今回ですね、初めてファーストクラスに乗ったらどんなものなのかというのをちょっと動画で撮ってみたいと思います。で、ファーストクラスって聞くとですね、飛行機なんかだと一番いいグレードというふうにお考えになると思うんですが、鋼鉄の場合は先ほど申しましたように、セカンドクラス、ファーストクラス、ビジネスクラスの順にグレードが上がっていきますので、飛行機とはちょっと違うようです。で、私乗ったことはないですけれども、インターネットで画像などは見たことあるんですが、イメージするところで言いますと、いつも乗ってるセカンドクラスっていうのが、新幹線でいうと普通席に当たるもので、ファーストクラスがおそらくグリーン席になるかなと思います。でビジネスクラスはもっとですね、豪華な、飛行機でいうビジネスクラスのような席っていうような感じになってるかなと思うんですけれども、今回人生で初めて中国のファーストクラスに乗りますので、どんなものなのか非常に楽しみです。では乗ってみたいと思います。はい、で鋼鉄のチケットなんですけれども、鋼鉄のチケットを取得するこの12306というアプリで今回鋼鉄のチケットを取得しています。このアプリを使って鋼鉄のチケットを取る方法についてはこちらの動画で解説しておりますので、ぜひご覧になってみてください。このようにアプリ内で購入したチケットの情報も見れます。8時51分にロンイエンを出発して10時3分にアモイに着くということが書いてあると思います。そして鋼鉄を乗るゲートの番号や座席の番号という情報もここに載っています。ご覧いただいてます通り、一等座と書いてあるのがファーストクラスのことになります。ロンイエン龍岩市からアモイまでの鋼鉄のチケットの料金なんですけれども、私が今回乗るファーストクラスは90元ですので、日本円で1800円くらいになります。でその下のセカンドクラスですと56元ですので、日本円で1120円くらいということになりますので、ファーストクラスとセカンドクラスの差はだいたい680円くらいということになります。で、この12306というですね、鋼鉄のチケットを取るアプリで予約してるんですけれども、これから鋼鉄に乗車するときにゲートを通るわけですけれども、ゲートを通る際にいつもですね、私はこのパスポートをゲートにかざしてスキャンをして、そしてゲートを通るっていう風にしてました。で今回ですね、実はこの鋼鉄のアプリで QR コードを出して、それをかざして乗車することもできるんですね。それがここにあるんですけれども、はい、こういうやつですね。こういう QR コードが鋼鉄のアプリに出てきます。でこれは確かですね、本人認証をしないと出てこないんだと思いますけれども、私以前にですね、鋼鉄の駅に行ってパスポートを渡して本人認証をしたことがあるので、本人認証した後にこれが使えるようになった記憶があります。なので今回はこの QR コード乗車を初めてやってみたいと思います。単純にゲートに行ってパスポートをスキャンするか、この QR コードをスキャンするかの違いなんですけれども、いつもパスポートをスキャンしてゲートを通ってたので、今回ちょっと試しにですね、この QR コードをかざして乗車してみたいと思っております。この D の9587というのが私が乗る鋼鉄になります。8時51分に到着のやつですね。まだ来てませんのでしばらく待ちます。この奥にちょうど見えているのが鋼鉄のゲートですね。改札みたいなものです。ここを通って鋼鉄が到着するプラットフォームまで行くということになります。じゃあちょっとゲートの方まで行ってみましょうか。今人がいませんので。
はい、もう見た目は完全に改札ですよね。でちょうどこの指を指している青いところですけれども、中国人の方はここに中国の身分証をピッとタッチするだけでこのゲートを通れます。で我々外国人は中国の身分証を持っていませんので、ちょうどここの部分にパスポートの顔写真のところをスキャンするという形になっています。そして先ほど私がお見せした QR コードですね。これはちょうど今指を指しているところ、ここにかざせばおそらくこの改札通れるんじゃないかなと思いますけれども、今回初めて QR コードでゲートを通ろうとしているので、ちょっと実際やってみないと分かんないですね。はい、ゲートが開きましたので、ゲートの方に行きたいと思います。さて、今回初めての鋼鉄アプリの QR コードでの乗車ですけれども、果たしてうまくいくんでしょうか。少しドキドキしております。はい、この QR コードですね。さあ、今スキャンしました。通ることができました。問題なく QR コードでもゲート通ることができましたね。いやー、嬉しいです。初めてのことがうまくいくと非常に嬉しいですね。こんな感じで、もちろんパスポートをスキャンするだけでも問題なく通れるんですけれども、QR コードの方がパスポートを出す手間がないので楽といえば楽ですね。ではこのまま降りていってプラットフォームに行きまして、鋼鉄の車両が来るのを待ちたいと思います。私が乗るファーストクラスはこの車両では1号車にあるので、1号車はですね一番端なんですね。先頭車両なので、先頭まで行かないといけないです。結構遠いですね。はい、やっと1号車の乗るところに来ました。はい、鋼鉄がやってきました。完全に見た目は日本の新幹線と似ていますね。あれということで、1号車の乗車口で待ってたんですけれども、なんかわかんないですけど先の方に行っちゃいました。なのでみんなで移動してます。はい、ドアが開きましたのでこれから乗車します。さあ、初めての鋼鉄のファーストクラス、中どうなってるでしょう。まずは荷物を入れるところにスーツケースを入れます。今入れました。なるほど、こんな感じなんですね。右と左に2席ずつあるような感じですね。なんか座席のクッション部分もふかふかしているような印象がありますね。気持ちよさそうです。まずは荷物を上に置きまして、その後少し車内を見てみましょう。こんな感じで、通常の鋼鉄ですね。セカンドクラスはこんな感じの席になっているので、セカンドクラスより横の席が1つ少ない分ですね、圧迫感が若干少ないかなという気がします。で、このような足を置く台ですね。こういうのもついています。これはセカンドクラスにはついてないと思います。こんな感じで、私はあんまり使わなかったですけど、こういうのもあるという感じですね。そしてここに電源があります。で、これはセカンドクラスもありますので、そんなに変わらないかなと思います。パソコン充電しながらとかできるので非常に便利です。で、ここはエチケット袋といいますか、ゴミ袋ですね。ゴミを入れてもいいですし、中が防水になっているので、水気のあるものを入れても漏れてきたりしなくていいです。そして肘掛けの下のところにですね、こういう音楽聴けるような感じのものがありました。なんか飛行機とかにもたまにこういうのありますけれども、使い方がよくわからなかったのと、イヤホンを持っていませんでしたので、これは使っていないです。で、左側にはですね、
今頑張って出そうとしてますけれども、ちょっと出し方が最初よく分からなかったんですよね。これですね、テーブルですね。これも飛行機とかよくありますよね。あとはですね、頭のところにこういった小さいクッションみたいなものもありました。あとはこの座席の座る場所の広さですけれども、私は身長168センチで体重が60キロなんですが、足をこうくっつけた時に右側と左側に拳1個ずつ入るぐらいのスペースがありました。なので、比較的余裕のあるシートかなというふうに思います。では出発進行。今からアモイに行きます。しばらく車窓からの映像をお楽しみください。Thank you for your cooperation. はい、鋼鉄のアモイ駅に着きました。これから鋼鉄を降りたいと思います。はい、ということで鋼鉄を降りました。アモイに着きました。皆さん、初めてのアモイですね。じゃあ今から改札を出ましょう。改札を出るときも QR コードですね。こちらで出ますので QR ができるスタッフさんのいるところに行きます。こんな感じでこちら QR コードで乗車と下車ができました。今回ですね、ファーストクラスに乗ってみたんですけれども、いかがでしたでしょうか。一番下のですね、セカンドクラスも全然実は悪くないです。日本の新幹線でいうところの普通席に値するものなので、全然悪くないです。で、私個人としては、今後セカンドクラスとファーストクラスどっちに乗りたいかって言ったら、おそらくセカンドクラスの方に乗るかなと思います。こちらの方がコスパが高いと思います。確かに席の数ですね、横1列の席の数だとセカンドクラスは5席でファーストクラスは4席なので、その分人が少なくて圧迫感が少ないのが、ファーストクラスのいいところなんですけれども、ただ別にですね、セカンドクラスの普通席も全然私は余裕で乗れるので、ちょっと高いお金を払ってファーストクラスに乗るよりかはですね、コスパ重視でセカンドクラスの普通席に乗るのがいいかなと、今回ファーストクラスに乗ってみて感じました。で、一番最初にお伝えしました通り、一番グレードの高いですね、ビジネスクラスというのがあるんですね。今回の路線はビジネスクラスがなかったんですけれども、ビジネスクラスがある路線もあるんですけれども、ビジネスクラスはもう本当に一人席があったりですね、あとは飲み物とか食べ物のサービスがあったりとかっていう、非常に至れり尽くせりのサービスを受けられる、その代わりものすごく高いんですが、そういう席もありますので、もし今後ですね、機会があればそのビジネスクラスの方にも乗ってみたいと思います。おそらくそちらの方が皆さんとしては面白く見れるかなと思います。ということでですね、本日は初めて中国の鋼鉄のファーストクラスに乗ってみたでございます。最後までこの動画をご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。